はい、お下の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日乙女座の満月から3月10日魚座の新月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきます。ちょっと先にお伝えしていいですか？まだカード引いてないんですけど、星の流れでやっぱり今この2月24日っていうのは満月一番こうエネルギーが引いていて、こう精神的にもなんていうかな、こうキンキンしやすい時なんですけども、大牛の皆さん今すごくいい流れじゃないですか。夢に向かっていくよとか、新しい可能性開いていくよっていう時に、何かね足を引っ張られるような言葉だったりとか、人からの批判を受けてるように感じたとしても気にしないでください。気にしないでください。それはみんなそんな時なんです、この2月24日はね。だけどそれあえてそこを振り切って自分の好きにするという力をこうもう一度こう奮い起こすための出来事にしか過ぎないと思っておいてください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月24日からです。ソード4ページ、ワンドページ、カップクイーン、ワンド5、吊るし人逆、ペンタクス9、戦車、気をつけることや対策はペンタクス6の逆とソードエースとオラクルはワンドの8の逆です。勢いはありますね。勢いあります。ご自身はどうですかね。前回のけぞるほど嬉しいことがあるって言った時に、のけぞるほど嬉しいことありましたでしょうか？何か今少しだけね、ちょっと電池が切れてるみたいな感じもします。疲れているのか、本当に体調ちょっと今寒い時期でしたから体調を崩していらっしゃるのか、もしくは期待値が高すぎてなんだ違うじゃないかみたいな感じでちょっとこう自分では停滞しているように感じているのか、なんか休みたいって感じかもしれませんね。ちょっと泊まりたい、ゆっくり寝たいみたいな感じかもしれません。ゆっくり寝てください、その時はね。そして実際ここまでの流れで自分の中ではコツコツやってきたとか、ちょっと挑戦をしてきたとか、自分の感性を使ってきたとか、人との関係も良かった感じがします。で今現在とてもなんかやることがたくさんあるっていうような感じで、一つのことに集中というよりは同時に何かをやらなければならないような状況で気持ちが落ち着かないのかなって感じがしますね。こうしっかりとね、きっちりとゆっくりと携わりたいという方も多いと思うんですけど、今なんていうか、どうしても同時進行でやらなければならないことがある。そしてどれも手を抜けないみたいな感じもあり、ちょっとそれで疲れてるのかなって感じがしました。なるほど。自分自身の一番の自分自身の望むなんていうのかな、すいません。自分がこの世の中心で自分が繰り広げていく現実ではなく、周りに翻弄されている自分みたいな意識にもしかしたらなりやすいので、ちょっとそこだけ注意ですね。あまりにもこうやることがいっぱいあったら、これもやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけない、この人にはこうしとかなきゃいけないってなると、なんか自分がなくて周りの人に対応してる自分でしかないみたいな感じなんですけど、それも含めて本来は自分がそれを全部自分でコントロールできる、自分でこなせるよって、それを超えられる自分を体験してるとこだよっていうことで、自分が中心なんですけど、意識が周りに行って自分の世界に自分がいないかのような感覚になっているかもしれないので、そこだけ注意してください。そしてこの先もですね、今この星で見た時には仲間とかグループとか、そういう人たちとたくさん集まる機会があったりとか、または自分がもっとこうなっていきたいみたいなね、こう理想の自分に近づいていくチャンスっていうのはすごくある時なんです。すごくある時だけど、何かが自分を止めてますね。何でしょうね、これは。本当に今身動きが取れないのか、もしお体がねちょっと悪いとか怪我しちゃったとかであれば全然焦らずにゆっくりしていただきたくって、だけどもし頭の中だけで自分を止めているとしたら、そこにはちょっと気づきたいなって感じがあります。ちょっとこれで見てみようかな。
何が止まってるんだろう。カップ、ナイト、はい、ワンドページ、ソードの8ということで、もしかしたらですけど、他者からの声かけがないと動いちゃいけないと思ってるとか、自分では声をかけたつもり、お願いしたつもりだけど相手からの反応がないってなった時に、ダメなんだみたいな感じでこう勘違いしやすいっていうんですかね。何かね、他者からの申し出を過度に期待しているっていう感じがあるんですね、このカードは。なのでだからこそ他者を気にするあまり動けないみたいな感じかもしれません。だけど本当に他者はお医者の皆さんを否定してるわけではないと思うんです。他者は他者の用事があったりとか、他者は他者でお医者さんからの申し出を待っていたりとかするかもしれないので、その自分でもしかしたら自分のマインドで自分を縛ってるかもしれないよっていうカードが出ていて、ここはもう一つね、自分がどうしたいか、踊りたかったら踊ればいいじゃないっていうような感じのカードが出ているので、あんまり慎重になりすぎずにね、言ってください。物事を一応リスクを考えて、もしダメだった時のことを考えていろいろ想定してみるとか、違う方向から考えて対策を打って、よしじゃあこれでいこうって言って安心していってもどちらでも大丈夫ですけどね。でその後ですね、チャンス来ます。早いです。もういきなり動き出すっていう感じがあります。これはおそらくもうね、2月の、3月に入る前じゃないかなと思います。2月中にそうなると思いますよ。で、ここでね、チャンスっていうカードが出てます。このチャンスは1回用にでも使えます。恋愛でもいいし、ビジネスチャンスでもいいし、パートナーシップでもいいし、お仕事でもそうです。何か今の状態よりも自分がやったって思えるようなチャンスがあります。なんか七夕のカードではないんですけど、でも七夕的なチャンスが目の前に来る、これ掴んだらすごくいいよねみたいな、そんな感じがあるので、チャンスが急に来るんですね。ですごく頑張るみたいな、やるっていう感じがあって、すごく力強いです。これはとてもいい流れですね。でこれが実は突然来るっていう感じがするんです。オラクルがやっぱりワンドの8なので、私から見ると逆位置ですけれども、突然チャンスが来るって感じなんですね。ですのでこのチャンスの中にいるんだっていうことを感じるためには動いた方がいいですね。どっかに遊びに行くとかでもいいし、ちょっと移動してみるとか、ちょっといつもと違う道を通ってみるとか、全く同じルーティンではなく少し違う風を感じてみることによって、気づいたらチャンスの中にいたっていうことを感じやすいです。でこれはもし本当に物理的に動いてなくても来る時は来るんですけれども、動いた方が早いなって感じがします。なのでここで自分が何かに止められているとか、身動き取れないと思っていたところから急にチャンスになるので、おそらくピンチだなって思ったところからチャンスになるんでしょうねきっと。何か不具合な、自分にとっては不都合な感じ、どうしようっていうところから急に好転するってことだと思うので、これぜひ頑張ってください。でその時の対策なんですけども、ここでソードのエースとペンタクスの6の逆っていうのが出ていますので、ソードのエースっていうのはとにかく挑戦、とにかくやってみようみたいな感じです。そしてもう一つペンタクスの6っていうのは、それが本当に相手の役に立っているとか、本当に相手に認められているかどうか分からなくてもやってみようみたいな感じです、これは。そしてもう一つこのペンタクスの6の逆っていうのは、まるで何か自分がやった行為、起こした行動だったり思いっていうものを相手が全て汲んでくれてるというふうに受け取れないような感じがするかもしれませんが、それでもいいんです。もう無償のボランティアだと思ってやるぐらいの感覚でいくとものすごくいい流れになります。なのでもうすぐにね、これは例えばですけど、これをしたらこれだけのものが手に入るよっていう保証とかがあって、その保証が欲しいがゆえにじゃあやりますっていうんだったら安心してやれるけれども、そうではない感じなんですね。最初はまだ見えない、それがどうつながるのかわからないけどやってみるっていうのがいいみたいです。はい、ちょっとこれを踏まえた上でね、もうちょっと見てみたいと思います。でも人間関係もいいね、人間関係にしてもビジネスにしても恋愛にしても、そういう急に展開があるよっていうことなので、チャンス来たなと思ったら動いてほしいなと思います。それともう一つ、その他者からの要求を待つだけではなく、
待たなくていいよってことね。自分からも言っていいですよっていうことです。はい、ちょっとねこの2週間で大志田の皆さんが気をつけること見てみたいと思います。何に気をつけたらいいんだろうか。はい、インディペンデンスということで自立っていうカードが出ておりますが、いかがでしょう。何か自立される予定があるんでしょうか。もしくは今の状況、先ほどのね私の中でここと関連してるっていう感じがあるんですよね。こうなんか忙しい出来事の中でこう翻弄されて、なんか自分自身を見失ってるっていうか、誰かのためにやってるだけで自分自身がないって思ってるようなところから、いやいやいや実は全部それ含めて自分のために起こってることですよねということで、自分に意識を向けて、自分が物事をやっている、物事をこなしている、生きているっていう自分の力を思い出してやっていくっていうカードが出てますので、それを意識するともしかしたらもう少し楽にできるのかもしれないですね。全てにおいてもしかしてこの2週間って自立を促されてるのかもって思った時に、それを一つの判断基準にして考えたら、じゃあここではこう言おうとかこうしようっていう判断もつきやすくなるかもしれないですね。この対策のところで出た補佐カードのね、他者からの要求待ってませんかみたいなのがあったので、自信を持って自分から言ってみてください。はい、そしてどうすればいいのかっていう対策、チョイスですね。チョイス、選んでくださいと。王室の皆さんが自分で選んでくださいっていうふうに言われます。いいですね。チャンスがあるっていうことですから。で、何もねその無謀なものに乗るっていうわけではなく、やはり今の自分、今の体調だったりとか状況の中で受けれるものとかっていうのを自分で選択してくださいね。その権利は王室の皆さんにありますよっていうメッセージだと思いました。そしてこの2週間で得られるギフトはアバンダンスということで、豊かさが手に入るというふうに出てます。豊かさっていうのはその人自身、その人それぞれ違いますから、自分がオーダーしたものが入ってくるよということで、もし仕事のチャンスが良ければ仕事のチャンス、恋愛のチャンスが良ければ恋愛のチャンス、何かねこう結婚のチャンスだったら結婚のチャンスみたいな、何かそう自分にとって今の自分に必要なものが入るので、選んでくださいっていう感じがしました。はい、そして最後はわあすごい、これはですね神の子というカードで、実はこのカード今のところ全星座に出てきてるっていうことで、よっぽど何かみんな変わるチャンスなんだなっていうふうに思いますが、これはすごく雪景色の中に足かせがあって動けなかった、身動き取れなかった、自分の環境は変わらないんだ、仕方ないんだと思っていたところから、暖かい春の世界に行けますよと。でその春の世界に行くにはこうしたらいけるんだっていう、道筋が最初から決まってるわけではなくて、神の子として突然そうなるみたいな感じがあるので、やっぱり突然変化があるんでしょうね。ですので、ぜひ自分にとって一番いい環境って何だろうとか、それは他者がくれるものとか他者が認めてくれるものではなく、自分が選択して自分が一番理想とする理想とする環境を自分が選んでいいんだと、そういうふうに思って豊かな環境で暮らしていると、気づいたらその世界にいるっていうことになるかもしれません。はい、ということで今回ここまでにしておきます。最後にちょっとお知らせなんですけれども、2月にですねこのタロットリーディングのオフ会をやったりとかして、とっても楽しかったんですね。で3月は先生術のまたオフ会や勉強会をやります。でこれもちょっともう今いっぱいになってしまったんですが、4月は個人鑑定を受け付けようと思っています。でこれはどうしてもメンバーシップの方が優先になってしまうので、もしご興味ある方はメンバーシップ詳細からご覧ください。そしてご連絡とかもですねLINE で送っていますので、もしLINE のご登録まだの方はぜひ LINE 登録もお待ちしております。ということで今回もありがとうございました。ぜひ2週間いい時間をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。